こんにちは、日本語クラスです。こんにちは、日本語クラスです。今日はライブでお話しします。はい、今日はいつもと全然違うテーマでお話ししたいなと思っています。はい、地図がね書いてありますね。ですがちょっと地図の話に入る前になんで今日はこのテーマかっていうことを簡単にお伝えすると、皆さんは日本語を外国語として勉強していると思います。はい。うーん、どうでしょうかね。国で勉強している、ずっと自分の国だけで勉強している人もいれば、実際に日本に来て日本で生活しながら勉強している人もいると思います。ね、いろんな日本に来てってなると生活するのにねお金もかかったりするし、いろいろ大変なこともあると思うんですが、勉強のスタイルはそれぞれあると思うんですね。そして私の場合も皆さんと同じように外国語を勉強するのがとても好きです。学校がなくても例えば学校のテストに出るとか出ないとか関係なくて、私はいろんな国の言葉にとても興味がありますね。なんでかよくわかんないんですけど、多分その国の文化とかがすごく関係があるからかもしれないですね。そうそう。ですので皆さんがね外国語として日本語を勉強しているっていうことはきっと楽しんでやってくれてるとも思うし、それをいくら難しくてもやってくれてるっていうのはすごく気持ちがわかるつもりでいます、私は。はい。そうそう。で、私にとっての特に学生の時に頑張った言葉というのがドイツ語なんですね。うん。えっ、と普通は日本の場合は英語を中学校から、私の時は中学校から、今は小学校から勉強するんですけど、私の時は中学校から、勉強しなければいけないということで勉強を始めて、そうですね、大学に入るためには英語の勉強、そこまでは絶対に英語はやらなければいけなくて、でみんな英語勉強してるし、英語もすごくもちろん好きだし面白かったんだけど、大学入ったら違う言葉を勉強したいなというふうに思っていて、それで、英語と似てると聞いていたドイツ語を選んだんですね、私はね。他にもいろんな理由もあるんですけど、結構ドイツの文化とか音楽とかにも興味がとてもあったので、ドイツ語にしたという理由で始めまして、そうですね、私なりにとても一生懸命勉強しました。そうそう。だからね勉強しても勉強してもなんでできないんだろうとか、皆さんもね JLPT テストを受けてて、なんでこんなに勉強してるのにテストに合格しないんだろうとか、そういう苦しい時とか悩みとか皆さんもそれぞれ持ってると思うんですね。読解が難しいとかね。そうそう。だからすごく私は自分が勉強していたから気持ちは分かってると思います。あのそうそう。でその中でもね、私は大学2年生の時ですね、ですね20歳の時、20歳ですね、20歳の時にドイツに、留学するチャンスをもらいまして、20歳から21歳までの1年間ドイツに留学に行かせていただきました。はい。それに行けるようにすごく大学入ってから頑張ったんですけどね。でもね、そのねその行ってる時の、いろんなエピソードがもういっぱいあります。私なんて1年しか行っ
ね行ってないけれど、皆さんはね長く外国に住んでいるとか日本に住んでるっていう人もたくさんいらっしゃると思うんですね。ただ私にとってのあの1年間、20歳からの20歳からの1年間というのはとっても濃い1年間でした。コーヒーありますよね。コーヒーの濃い、もうすっごい濃い、もう牛乳入ってない、ミルク入ってない、砂糖入ってない、苦い、もうコーヒーみたいな、そのぐらい濃い1年間だったなというふうに今でも思います。その1年間はねすごいいいですね。本当にいろんなことを経験できた本当に面白い1年間でした。分かりやすく言うとね、やっぱ人にいっぱい会いましたね。皆さんも外国で住んでるといろんな人に会うと思うんですけど、私も確かに仕事でマレーシアに住んでいたことあるけど、その時よりもドイツに留学していた1年間の方が毎日毎日新しい人に会うという数がもう信じられないぐらい多かったです。今思ってもですね、毎日10回は自己紹介してました。自分の名前と私は日本人です、日本から来ましたっていう自己紹介を常にしていた。毎日少なくとも10人には。ってことはそれは毎日新しい10人に会ってるってことです。もういろんなとこ行けば行ったとこでまた「あこんにちははじめまして」「あこんにちははじめまして」っていうのをずっと1年間やってた。そこ少なくて10人ですからね。毎日10人だから、多い時はもっともっとですよ。1日50人とか。やっぱり学生のパーティーとかもよく呼ばれるので、行くと、そこにはいっぱい知らない人がいっぱいいるんですね。だから今思っても1日少なくとも10人と初めて会うという生活は今してないなと。だからね、でもちろんもう日本人全然いないんですよ。私が留学してたところって日本人がもういないというかアジア人がほとんどいない。私のようなこの髪が黒い人、アジアの髪の黒い人がほとんどいないんですね。目が黒い人ほとんどいないんですね。だからすごく目立つ、そういう生活でした毎日。そうそう、だからちょっとそれをまずイメージしてから聞いてほしいなと思います。そしてなんだろうな、これから話すことがね、皆さんもこういう経験したことあるとか、または反対にですね、皆さんがもしアジアの人だと、アジアの人で日本に来てるとあんまり目立たないので、外国人だっていうふうにあんまり見られないかもしれないから、こういう経験ないかもしれない。私がした経験はしてない人も多いと思うんです。半分半分ぐらいかもしれないですね。うん。そうそう。ということで、なんか自分の経験と比べながら聞いてもらえたら面白いかもしれないと思います。はい。そうそう。なのでちょっと私も思い出しながら、どんなことあったっけっていうのをちょっと思い出しながら分かりやすく話したいなと思います。頑張ります。そうそう。でですね、そうじゃあ始めましょう。私がまず留学行ったのが、え20歳ですね。20歳の夏に、まだ20歳になりたての時、つい最近まで19歳だった女の子が、1年間行くんですね。で、あのそうですね、もう私は全然心配がなかったですね。不安がない。あのもう楽しみでしょうがない。早く行きたいっていうふうに思っていました。そう他に一緒に行った日本人の学生もいるんですけど、結構周りのみんなは心配、なんか生活大丈夫かなとか、言葉も大丈夫かなとか、なんか私には分からないけど、なんか皆さん心配をしていたみたいです。でも私は自分でも今びっくりするぐらい心配だなって思うこと
が全然なかった。早く行って早くペラペラになりたいって早くいろんな国の友達作りたいっていう風にそればっかり思っていて、楽しみで仕方がなかったっていうのをすごく覚えてます。でそんなにワクワクした、もう早く行きたいって思っていた私なのに、最初に行った1ヶ月の間がですね、びっくりするぐらいすごくなんですかね、思ってなかった、もうちょっと今私はドイツ語を話したくありませんっていうことが起きちゃったんですね。もう私は誰とも話したくありませんっていうせっかく留学行ってるのに、もう私は今誰も何も私に声をかけないでください、初めましてって私に言わないでくださいって思っていた最初の1ヶ月があるんですね。でそこの話を今日はしたいなと思っています。留学1年間行かせてもらってたので、1年間をね思い出すといろんなことがあるんですが、特に最初の1ヶ月を今日はお話ししたいと思う。でそれでじゃあ地図をちょっと今は見ましょうか。お待たせしました。そう、これがね Google の地図で、ドイツって知ってますかね。これちょっとドイツ全部入ってないんですけど、首都はベルリンっていうところですね。ベルリンがあって、有名なとこだとシュトゥットガルトとか有名。あと下消えちゃったんですけど、ミュンヘンっていうのがこの下にあります。ミュンヘン。そうそう。あとハンブルクという街も有名ですね。それで私がですね最初の1ヶ月目に、行ったところがすっごいちっちゃいんですけど、ここ赤い丸で書いてあるところ、これはフランスとドイツの間のとこ、国境って言いますね。国と国の間のとこ、国境です。もうすぐ電車に乗って隣の町に行ったらすぐフランスになるというようなとこでした。最初の1ヶ月はここの小さな町に、留学に行きまして、ザールブルッケンという町なんですね。ザールブルッケン、はい。名前書いてないけど、これドイツ人にとっては全然有名じゃない町じゃなくて、ちゃんとした有名な観光地です。はい。ワインが有名な場所ですね。うん。で私の留学は学校のプログラムで決まっていて、最初の1ヶ月はザールブルッケンで、残りの11ヶ月は、この上の方のですね、このロストックという町、海のすごく近くなんですけど、ここで11ヶ月過ごすというプログラムでした。そうそう。で最初の1ヶ月はここに行くんですね。で夏ですね、20歳の夏、ドイツの夏だから涼しいかなと思ったんですけど、そんなことはなくて結構暑かったんですね。夜はちょっと涼しいんですけど、ちょっと思ったより暑い。あらそうと思ったけど、もう行った最初はねもう嬉しくてしょうがない。やっと来た、やっとドイツだって思って、わーって思って始まった1ヶ月でした。でここは学生なので、もちろん学生、そしてザールブルッケンの大学に私はその語学コース、言葉のドイツ語のコースが大学の中にあって、そこに入ったんですね。でそこには本当に世界中の留学生が来ていて、多分全部で200とか300人ぐらいいたかな、学生はみんな。そうそう。それで日本人の人は20人いないかな、多分15人ぐらいですかね。大体多くて15人ぐらいだったと思います。で私はそのうちの一人で、いろんな留学生がいるんだけど、問題はですね、大変だったのはそこじゃないんですよ。私が大変だったのはそれではなくて、ただそこの時の生活って留学生の人たちとドイツ語の学校に入る、学校っていうかクラスですよねに入る、皆さんがいろんな国の人と日本語のクラスに入るのと同じで、私もいろんな国の人とミックスされて同じこうドイツ語のクラスに入るわけです。でその授業は
朝からだいたい昼の3時ぐらいまでが授業で、毎日土曜日日曜日はないけど、そう毎日授業で、そして生活する場所はその大学の中にある学生のためのマンション、寮、コンドミニアムって呼んでました。そう、日本でももちろんありますね。大学生のための大学が作ったマンションですね。学生寮と言います。寮ですね。寮です。寮、漢字で探す場合は寮です。ひらがなう。そう、コンドミニアムってね、今度って言ってましたけど、でとても大きな大学なので、そして日本の大学よりもっともっともっと大きいですね。向こうのドイツの大学ってやっぱり大きいですね。キャンパスもすごく大きくて、学生寮もとっても大きかった。もう本当にマンションって思っていいです。で、私のその生活していたその学生寮は確か7階建てぐらいの、古いもので、その7階建てぐらいだけど、そういうマンションがいっぱいあるんですね。5つぐらいかな、大きなマンションで、1つのフロアにだいたい50人ぐらい学生が自分の一人部屋で入れます。で、私確かに3階とかだったんですよ。3階か4階とかの部屋で、もうちょっと昔なのではっきり覚えてないんですけど、でそこの一つのフロアの中に学生が50人ぐらい住んでるわけですよ。みんな一人の部屋あるけど、皆さんイメージできます？ 1 階の一つの階に50個の部屋があって、でその部屋の中には小さなベッドと自分のベッドと、あと小さな机っていうかテーブルですね。本当に小さかった。で、あとは手を洗う、あと顔を見るための小さな鏡だけある。あと窓あります。で、そういう本当に小さな部屋でした。で、ということはトイレは部屋にはなかったと思う、確か。トイレなかった。部屋にない。そしてお風呂ないです。もちろんないですね。それはきっと大体みんなも一緒ですよね。皆さんの国でも多分一緒。シャワールームは別のとこで、大事なのがキッチンですね。やっぱり食事をしますからキッチンない。で、キッチンはみんなで使う大きなキッチンなんですね。シェアキッチン、日本語だと共同キッチンって言います。共同っていうのはみんなで使うって意味です。共同、はい、そうで、その一つのフロアの50人が一つのキッチンを使うんですね。だから50人の学生が一つのキッチンを使うんですね。多すぎますね、今思うとね。ちょっと50人と、なんで今思えば半分ぐらい、25人で一つぐらいが良かったですね、今思うとね。でも結構大きなキッチンなんですよ。で、ちょっとそれに近いイメージのキッチン、ちょっと写真がこれですかね。はい、今写真を見せました。今日写真少ないんですけど、そう結構大きかった。でもこんなに綺麗じゃない。これは本当に新しい綺麗なキッチンですけど、学生のキッチンなんてもうそんな、もう全然綺麗じゃないんですね。で、その学生の寮、その建物も古いので汚い。だけどみんなの冷蔵庫、そうなんです、冷蔵庫もここにしかないんですね。ひどいですね、今思うと。なんで冷蔵庫私の部屋になかったんだろう。すごいですね、今思うと。ありえない。でも冷蔵庫確かね、大きい冷蔵庫が2つあったかな。でも2つぐらいですよ。50人で2つってすごいですね。ちょっと何を考えてるんですかね、ドイツの大学はね。今思った。まあいっか。そう、ね。で、まあそうなんですよ。で、キッチン
ったと。で私の毎日の生活は、朝学校に行って、3時ぐらいまで授業を受けて、でその後、食べ物がないので、食べ物買いに行かなければいけないですよね。そしてこの大学はすごいですね、田舎の方にあって大きな町から離れてるんですね。バスで20分ぐらい乗っていかないと町に行けないという結構不便な、町ですところでした。日本のようにコンビニなんてないですし、もう皆さんもうバスに乗って、学生たちは町に行ってスーパーに行って食べ物を買ってまた帰ってくるんですね。だから私もそれをやってみて、そういう生活をやっていてその、まずもう夏だし、そうですね、スーパー行って帰ってくるで5時ぐらいになりますかね。夕方の5時とか、早くて5時かな。3時ぐらいからバスに乗って5時ぐらいに帰ってきて、でもう疲れてると、もう暑いし、ドイツの中で一番暑い季節ですね。8月っていうとね、やっぱり日本と同じで暑いなと思って、帰ってきたと思って、でそうするともう大体疲れてる、すごい疲れてるから眠くなってしまうんですね。でよくないんですけど、5時ぐらいからもう気がついたら寝てるんですね、ベッドで。そしてと思って起きるでしょ。で起きるともう外が真っ暗なんですね。窓の外が真っ暗。大変だと思って、もう気がついたら7時とかになって、夜の7時とかで大変だ、お腹空いたと思って、もうご飯食べたいって思う。で最初は、パンだけ食べてればいいやって思ってたんですけど、そして学生だからね、やっぱお金ないし、あんまりお金使ってはいけないとも思っていたから、パンだけでいいやって思ってたんですけど、やっぱりね、それはもう1週間ぐらいでもうダメなんですね。ダメだ、もっとなんか食べたいって思ってキッチンに行く。この50人で使う一つしかないキッチンに行くんですね、私は。この夜7時ぐらいになってやっと。そうするとどうなってますか、キッチンは。キッチンはですね、イメージとしてはこんな感じですね。はい、はい。これ昼ですけど、この写真は昼なんですけど、人がいます、もちろん。だって夜の7時ですからね。皆さんご飯を食べたい。料理をしています。そしてこの写真のように、ここにね、女の子がこんななんか上に乗ってますけど、こんな女の子いなかったですね。そしてこんな男の子ね、こんな外に足を出してるようなこんな危ない男はいなかったんですけど、そしてもっと広いです。こうさっき見せたみたいにすごい大きい。でこっちの方に長いテーブルがある。汚いね。全然綺麗じゃないテーブル。お金ないですね、この大学多分ね。で長いテーブルがあって、ちなみにドイツは多分なんですけど、学生みんな学費、学校に払うお金はほとんど無料です。国が全部それをお金を出しているので素晴らしいですよね。日本は全然そこまでできてないんですけど、ドイツの大学は学生はお金はほとんど払わなくていいはずです。私は留学生なのでちょっと払ったんですけど、アメリカに留学する場合とかより全然安いです。すっごい安くドイツは留学に行けるんですね。だから本当にそれがまず一番と言ってもいいぐらいドイツ留学を選んだ理由でもあります。すごくありがたいんですけど、ただやっぱその分古い汚いそう、でもいいんですよ。でもね、そんなことよりキッチンに行くと、このフロアにいる50人みたいな人たちが、50人みんないないんですけど、すごいいるんです人がそして
そしてね、なんでかわかんないんですけど、ここにいるていうかね、この学生寮ね、まあドイツ人の学生もたくさん住んでます。というか多分ほとんどドイツ人の学生。うん。で、その中に留学生がちょっと入ってる。そのイメージですね。ただ、私のようにここの大学に1ヶ月だけいるという短い間だけいる留学生の人は本当に少なくて、それよりもこのドイツの大学にもう4年間留学に入ってます。ここで卒業しますっていう外国人の留学生もいた。うん。だけどそんなに多くない。ほとんどドイツ人と思ってください。だから皆さんのイメージだと、えっ、と、皆さんが私だったら、ほとんどが日本人しかいない大学で、ちょっと外国の留学生がいる。そう。というイメージ。そうです。そして、ここの私が生活していたこのフロアは、日本人は私だけ。はい。そして、アジア人がほとんどいなかったみたい。で、なぜかわかんないんですけど、私がこのキッチンに夜7時に行くと、もういる人が大体決まってる。大体いつもあの人たちがいるっていうのが決まっていたみたいで、50人はいないんですよ。大体ね、10人くらいかな。12人ぐらいかな。多くてそのぐらい。だからもっといてもいいと思うんですけど、今思えばみんな何食べてるのって思いますよね。料理しないのって思うんですけど、でも大体その10人ぐらいはいると。でその中でもアジア人の人は中国の留学生の、学生さんがいたんですけど、リュウさんって言うんですけど、リュウさんはよくいて、リュウさんはもうドイツのその大学に入学していて、そこで、研究をしてる、勉強してるっていう留学生。でも私と多分3歳ぐらいしか年が変わらない、えっ、と男性の男の中国の、留学生の人でした。で私がこのキッチンに行く夜7時にはリュウさんはよくいるんですね。だけど他の人はもうみんなドイツ人、そしてなぜかみんな男男たち。本当に今思い出してもなんで女の人いなかったんだろうと思うんですけど、男たちがですねキッチンにいて、で料理をしているわけではなくて、さっき話した長いテーブル、この横に長いテーブルに座ってんですね。でなんかずっと喋ってるんですよ。ずっと話してるの、その男たちがね。でリュウさんは、その中国のリュウさんは何か料理をしてるんですけど、男たち、ドイツ人男たちはこう座ってなんかこうディスカッションですよ。本当になんかすごい熱く話してる。何をそんなに熱く話してると思いながら、だから私から見たらキッチンに行ったら男しかいないんですよ。まず怖いでしょちょっと怖いでしょ。だって私20歳の可愛い女の子ですよ。ね。でね、20歳ぐらいのアジア人って、で日本人ってヨーロッパに行くと20歳に見えないんですよ。よく言われたのが中学生とか君高校生とかよく言われました、ドイツ人に。とか言って、いえいえ私は20歳ですって、すごい下手なドイツ語で言うとびっくりされる。って若く見えるねってみんな言うんですね。だからそんな私ですよ。子供みたいな私が、そんなね、男たちが男たちしかいないキッチンの場所に夜7時に行って一人で料理を作りたいんです。私はお腹空いてるんです。とにかく本当にお腹空いてるんです、私。そうだから我慢できないんですね。ダメだ、今日も男たちがいっぱいいるから今日は部屋に戻ろうって。無理、もう無理。1週間くらい我慢したけど無理。食べたい。
疲れてます。夏です。喉も渇いてます。もう体にいいものを食べたいんです。そりゃそうです。ね。だってただでさえ皆さん日本に最初に来たね、来たことある人思い出してください。最初に外国行ったその最初の1週間って言葉うまく話せないでしょ。日本語上手に話せないでしょ。それだけでも疲れますよね。そうなんですよ。そしてそれと暑いっていうね、疲れて、でそして毎日6時間の授業と、その後その外国でスーパーで買い物して、それもちょっと安いものを買わなきゃって思いながら探して、でバス停でバスを待って、日本みたいにバスたくさん来ないんです。20分待ちます、立ったままとか普通です。そんなのよくある。でバス待って、もう疲れてる。でもう帰ってきてね、疲れて、2時間寝ちゃうぐらい疲れてんですよ。でその後ご飯食べたいでしょ。ご飯食べたいよ。なんか食べたいよね。もう納豆食べたいよなんて思うわけですよ。納豆なんて買えないですけどね、もちろんね。何でもいい、もうスパゲッティでも作るかとか思ってキッチンに行ったら男たちいっぱい。やだって思うんですけど、私はここはもう食べたい気持ちの方が勝っていますので、頑張って入りました。そのキッチンに。広いキッチンですよ。結構大きい。でも男たちがすっごい喋ってる、話してる、何かわからないけどドイツ語で。そして私はまだまだドイツ語わからない、てか本当にわからない。はい、みんなのイメージは、私のドイツ語のイメージは、本当にこの耳で聞くドイツ語のイメージは JLPT の N5 ぐらいです。 N5 ぐらいしかわかんないと思ってください。はい。もちろん日本にいる時は、私は1年半もうすっごいドイツ語勉強して、日本では日本の試験の中の JLPT の N3、いや N3 と N2 ぐらいの間の試験を合格してるんですね。だから N2 に近いんですよ、私レベル。結構できるでしょ。 N2 に近い。でも日本の試験、それ皆さんの国にもあるでしょ。自分の国で作った、日本語のテスト。でもそれは JLPT と比べると簡単っていうもの。私もそうなんです。そこの日本で受けたドイツ語の試験、結構レベル高いものは私は合格していったんだけど、もちろんそれはドイツに行ったら全然ダメ。全然レベル低い。はい、特に、その試験は読むことの方が難しくて、聞く試験は簡単なんですね。だからそこのねキッチンにいるドイツ人たちはネイティブスピーカーです。はい。そしてただの大学生です。私のドイツ語の優しい先生たちじゃありません。ただのドイツ人の男たち。あの人たちがベラ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 喋ってる。何にもわかんないです、私は。遠くで聞いててもね。でも私はとにかくご飯を作りたいと思って、彼らにね、その男たちに気がつかれないように、そーっとキッチンに入っていくと。そうってちょっと隠れながら入っていくんですね。覚えてます、今でも。もうずいぶん昔の話ですけど覚えてます。緊張、ドキドキ、うわ行きたくないって思う気持ち。でもスーって、入っていった。で料理を始めると、すごいですね。そこに座っていた男たちがですね私のねキッチンの周りにですね、集まってくるんですね。でも集まってくるって言っても、なんですか、10人ぐらいの男たちがみんな私の近くに来るわけではないんですけど、2人3人くらい私が洗ってるとね、なんかトマトとかね洗ってると近づいてくるので、あれとか言ってドイツ語でですよ。あれ君見たことないねみたいな。誰とか言って。
はい、やばい、これはやばいと。まあもう皆さんもう分かりますね。イメージできる通りですよ。もうここから始まるわけですね。はい。私は料理を作りたい。だけど、あの男たちは私のやっていることが、もう何をやってるんだ。先に言っとくと、君かわいいね。かわいいアジア人だね。とか、そうじゃないんです。それではないんです。全然そういう興味じゃないんです。そこじゃないのね。まず最初に「君はどこの国の人だい？どこから来たの？」ってまず聞かれる。で「日本です」と私の下手なドイツ語で言うわけです。まだまだ話すことに慣れていない。だって今までずっと日本にいたね。で話す練習は全然少ないです。足りない足りない。うん。で急にネイティブスピーカーに囲まれる。はい、いろんな質問をされる。でまずは君どこから来た？で日本ですって言うとまずそこから大変なことが起こるんですね。これはですね、もしかしたらこれは私だけかも経験したの。日本ですって言うともうすごいんです。皆さんのリアクション反応が日本いいな、日本ってジャパンだよねみたいな。東京とか言って、大阪東京とか私にとってはどっちでもいいんですけど、はい東京ですみたいな言うとみたいな。もうそこからですね、もう日本についてのいろいろな質問がそこから始まるんですね。もう質問のシャワー。はい。でも私はトマトを洗いたい。私はスパゲッティを作りたいと心の中で思ってる。だから、あの、もう悪いですけど、私は作りながら話すんですけど、でも、こう作りながらドイツ語で質問にちゃんと答えるなんて、そんなレベルではないんです、私は。できないんです、そんなことは。うん。まず相手がね、ネイティブスピーカー。まず話すのが早いです。ドロロロって話します。ドロロロ、どこから来たの？何何何何？君日本人なの？すごいね。日本に行ってみたいんだけど、ブラー喋って。もうそれは私はゆっくり話してもらわないとわからないんですね。で、私は、今はそんなに真面目じゃないですけど、この20歳のね、可愛い20歳の女の子ですよ。とても真面目ですよ。だからね、話しかけられたら、何か質問されたら、ちゃんと聞かなければいけないと思ってますから、何ですか？そう、日本語だったら、何ですか？もう一回言ってくださいと言って、ゆっくりね、私がね。で、そうすると、どこから来ましたか？とか言ってくれるわけね。で、もう、ゆっくり質問を繰り返して言ってもらうんだけど、でそれを言われた質問に対してもまた答えなければいけないから、答えることも私は早く答えられないですね。だって N5 レベルですから、 N5 ですから。そして相手はネイティブスピーカーの大学生のドイツ人ですから、もういろ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 何ですか、普通の言葉で質問してくるんですよ。ドイツ語の先生とは違う言葉で質問してくるんですよ。これ皆さん経験あるでしょ。日本語勉強したのに、何ですか、街の人と話す時に全然話ができない。でも日本語の先生とは話ができる。どうして先生とは話ができるのに街の人とは話ができないとか、コンビニのアルバイト行ったけどコンビニのアルバイトの日本人の20歳の男の人とは話ができない、どうしてですかってあるでしょ。それですよ。だからね、やっぱり学校の先生はすごく話す時に注意をしてるんですね。私ももちろんそうなんですけど、学生さんと話す時は話すレベルを変えるんですね。話す速さも変えるし、言葉も変えるし、文法も変える。はい。まあだけど相手のレベルによって変えるんですけど、それはやっぱり
先生だからできるんですね。でそれも先生がみんなできるんじゃないです。はっきり言うと先生も経験をいろいろしてないとN5 レベルの学生に話す時と N1 レベルに話す時の日本語は変えなければいけないんだけど、それは先生もできる先生とできない先生がいます。はい、で今日の私は特にポッドキャストの、今のじゃあ今日の私はやっぱり優しく話してます。でも N3 以上ですね、今私が話してるのは、だからそんなに簡単には話してないけど、やっぱりネイティブスピーカーが日本人のネイティブスピーカーが話す話し方とは違います。私も今、そうそう、だから先生はそれできるんですけど普通の人はできません。もちろんです。それは普通です。みんなできないです。はい。だからそうできないし問題はですね、私の周りにいたそのドイツ人の男たちはなんでかわかんないんですけどすっごく日本に興味がある人たちだったんですね。だからもうねすごいいろんな質問してくるんですよ。私が料理をしてるのに私はスパゲッティを作りたいのにすごい質問してくる。で難しい質問してくるんですよ。やっぱり今思い出しても難しい質問されたと思います。だからやっぱり何ですか、もう一回ゆっくり話してくださいと言わないとその質問がわからないんですね。でそうすると私は料理をしてる手も止まります。料理できない料理したいのにお腹空いてるのにトマト洗いたいんですけどと思ってんですけど、でもドイツ人の質問が止まらないので質問をゆっくり話を聞いて、で私が考えながらそれはと言って質問に答えるんですね。で質問もね今わかりませんとか言えばいいのに私はちゃんと答えてたんです。そこで本当に一生懸命答えてました。今思っても嘘を言わないし、それはとか、あとその質問の言葉がわからないこともたくさんあるんですね。てかほとんど分かんなかった。多分80% ぐらいその質問の言葉が分からなかった。いくらゆっくり質問されても言葉の意味が分かんないからやっぱり分かんないと思ってもうある時からもうそのキッチンには私辞書を持って行ってたんですけどかわいそうでしょ。キッチンに辞書を持っていくんですよ。何のためにキッチン行くんですか私。そうでキッチンに辞書持ってって、でもう質問わかんないからちょっと待ってくださいと言って辞書で調べて、この言葉ですねって言って、そうそうそれだよそれだよってね、どうなの日本ではとか、本当に普通に日本の政治ポリティック政治は何だとかそういうことも聞かれるし、簡単な質問だと日本人は毎日何を食べてるんですかとかそんなことなんで聞くんですかね今思うと。だけどそれ答えるのもね N5 の私には難しいんですよ。思い出してください皆さん。日本語の最初の時答えるの大変でしょねえ。日本人は毎日米を食べています。これを言うだけでも大変なんですね。でそれを言った、よし言えた、よかったって思うんだけど、次にそうするとドイツ人はそうか米を食べてるのか、じゃあパンは食べないんだ。そうするとパンいえいえパンも食べますって言うとパン食べるんだって言って、じゃあ他に何食べるのって言ってはい他パン、米でって言ってると米しか食べない、そんなことないでしょみたいなこと言うんですね。でそうするとでそんなことないでしょないですねというこのないですねっていうこの言い方も難しいんですよ。まだ N5 には
N5 の私には。食べますか、食べませんか、はいですか、いいえですかの質問の方が簡単なのにダメなんです。ネイティブスピーカーはそんな食べないでしょとか、え、食べるのとか、なんか難しい言い方、何々しないんですかっていう言い方をされるともう分かんなくなったりして、それは他に何を食べますかという意味ですかって聞かないと分かんない。で、私真面目だからそうやって聞くんですね。すごい考えながら。で、そうそうそう、何他に何食べるの、何食べるって言われて、何、野菜とか魚とか魚とか言うと今度もう、そっか、ジャパンは寿司だよね、寿司って言い出して、はいはいはいって、でよかったよかったと思うんですけど、寿司って、でもさ、寿司ってどういう魚を食べるの、もっと難しい質問来てしまったと思って、魚ですって言うでしょ、魚っていろんな種類があるでしょっていうわけですよ。やばいと。で、私その時の20歳の私は、魚の名前、なんだろう、魚か、マグロしか分かんなかったですね。マグロってなんて言えばいいんだろう、私分かんなかったです。その時思い出しました。そう分かんなかったので、マグロでもマグロって言っても分かんないと思う、このドイツ人には。もちろんそうですよね。で、分かんないと思って、そこで辞書を調べる。でね、その辞書はね、皆さんあれですよ、そのね、紙の辞書じゃなかった。思い出しますね。紙の辞書じゃなくてね、皆さん言っておきますけど、私が留学していた時はね、スマートフォンなんてないんですよ。ないないない。はい。もう10年以上前、もっともっと前ですからね。あんまり細かく言うと私の年が分かってちょっと恥ずかしいから言わないけど、スマートフォンなんてなくて、そうですね、辞書といったら紙の辞書なんですけど、だけどね、留学に行く前にね、私のお母さんが紙の辞書じゃね、重たいから持っていくの大変だと思うからと言って、電子辞書って言ってね、今でいうスマートフォンじゃないけど何ですか、機械の辞書を買ってくれたんですね。当時高かった、本当に高い。だから悪いなって思いながらね、そう買ってもらった辞書をね、持ってったんですよ。はっきり言って私の大学の時ね、周りには結構みんなでもうその電子辞書といって、小さいパソコンイメージしてください。小さいノートパソコンで言葉を調べると辞書が調べられる。インターネットなんてつながってないです。もちろんもう辞書だけです。そうで、周りのね他の大学生は持ってたりしたんですけど、私はそれはいらない、高いしねって言って、紙の辞書の方が見やすいしいいって言って使ってなかった。ある時私友達から高校生の時使ってた電子辞書あるからあげるって言ってもらったんですけどいいですね、お金持ちと思ってありがとうって言ってもらいましたけど、その辞書にはドイツ語は入ってない、英語しか入ってないんですよ。だからね、ドイツ語が入ってる電子辞書っていうのをね、留学前に母に買ってもらって、それを大事に大事に留学に行ったんですよ。で、私はその辞書をねキッチンに持ってって、でもう難しい質問をされるから、その度に私は辞書で調べて、だからさっきの魚ね、マグロって言わなければいけないと思った。私は魚なんですか、寿司の種類はマグロですって言いたいから、マグロって探したら、トゥナって書いてあった。そっかってね。バカですね。その時初めて知ったんですね。トゥナだと。ドイツ語も英語も多分一緒ですね。トゥナ。はい。で、もうドイツ人もそれ見てる。私と一緒に辞書を見ながら、これか、トゥナかって。トゥナ、そうだよな。寿司といえばトゥナだよな。みたいなことを多分言ってた。で、そっかそっかとか言って。で、まだ止まらない。もう全然止まらないんですよ。大事なのはね、彼らの質問は止まらないんですよ。本当にね。本当に
もうね、何なんですかあの人たち、あのドイツ人の男たちはね、質問がね大好き。でもねこれね、私その後1年間ドイツに生活して分かったんですけど、ドイツ人はね質問するのが好き。はい。興味があったらどん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 聞きます。遠慮しない。はい。日本人だったらね少しはね、この留学生は話すのに困ってるな、ご飯作りたいんだな、料理をしたいんだな、邪魔をしてはいけないなと思いながら、じゃあまずは料理をして、いいよ後で質問するからとか言うと思うんですけど、ドイツ人はね、興味があったら止まらないんですね。もう自分の興味の方が大事なんですね。インタラストです。インタラスト。もう知りたい。もうすごかったね。他に何食べるの？あのでもマグロだけじゃダメか。じゃあ、そっか。じゃあじゃあエビも寿司で食べるとか思って、じゃあエビって今度また電子辞書で調べてエビって探して、エビかとか言って、エビか、ドイツじゃあんまりエビの寿司はないなみたいなことを言ってるんですね。そうで、止まんないんですよ。もう寿司一つとっても止まらないんです、質問が。でわさびは何だとかね、わさびはどうやって作るんだって聞かれたことあるな。でももうそれドイツ語の問題じゃなくて、わさびってどうやって作るか20歳の私は分かんなかった。だからわさびってどうやってってスマートフォンがあれば調べられますけど、ないですから、もうとにかく自分の頭で考えなければいけない。そして周りには誰も助けてくれない。ね、すごいでしょ。もでも私もそんなことが、まず3日ぐらい続くんですよ。で作りながらも一生懸命私は質問に答える。はい。一生懸命ですよ本当に。今新しい写真にしましたけども、はい。います。で、この写真には女の子がいるんですけど、私のキッチンには全部男。全員なんか怖そうな男。はっきり言って私から見たら30歳くらいのおじさんがいっぱいっていうイメージで、はっきり言ってドイツ人の人は日本人の人より年上に見えます。はい。そしてドイツはですね、本当に学生が大学4年間で終わるわけではないんですね。4年間じゃなくて、例えばその後、大学4年間終わったらその後大学院に行く、マスターディグリーとかね言うんですけど、大学院に行ったり、あとは、もっと博士だから、名前忘れました、プロフェッショナルの高いレベルに行くというので、本当に長いとね10年ぐらい大学に行く人もいるんですよ。だから20歳のこの若い私から見たら、もう30歳ぐらいのおじさんみたいな人で、さらにドイツ人はただでさえ年が上に見えますから、同じ20歳だとしても自分より5歳ぐらい上に見えます。25歳または26歳くらいのお兄さんに見える。そうで、だけど実際の年齢が30歳の人だったらもうそう40歳ぐらいに見えるでしょ。その人たちおじさんでしょ私から見たら。怖い。そんな怖いキッチンですよ。そんな怖いキッチンで質問攻めにされる。まず3日間ぐらい我慢しました。私は料理をしながらその質問に答えると。日本の文化について答える。日本人とは何かについて答える。日本で今何が起きてるかについて答える。日本のニュースを教えなければいけない。はい。もう教えなければいけないんです。I must to do なんです。マストなの。ね、どうして私がってね、お腹空いてる私が、はい、だからもう料理するのもすごい時間かかっちゃうわけですよ。でやっとできたね、やっとできてできて部屋に持って帰って食べたいななんて思う。私はゆっくり食べたい。やっとできて1時間ぐらいかかっちゃうわけですよ。たかがスパゲッティ作るだけでも。で作るのもね、
その中国人の劉さんが奥の方でキッチンで作ってますから、なんかいい匂いがする。でそっちの方をねちょっと半分借りながら料理しなきゃいけないから、ちょっとやっぱり邪魔になってはいけないからね、劉さんのことも考えながら料理を始めるとやっぱ時間もかかっちゃうし、で質問もされながら作ってるからだいたい1時間ぐらい経っちゃって、でやっとできたな、よしじゃあ部屋に持って帰ってゆっくりスパゲッティを食べようかなって思うと、はい無理ですと。あ、よかったね、できたね、美味しそうじゃないこのスパゲッティ、トマトスパゲッティ作ったんだ、へえみたいな、日本人ってトマトスパゲッティ食べるんだ、よしじゃあこっちの広いテーブルに持ってって、そこで食べようと言われます。その時の私はそんなにそういうこと言われてるの聞こえません、わかんないです。でも多分言ってたと思う、あの人たちで。その男たちは、その10人ぐらいの男たちはもう食べ終わってるんですよ。食べ終わって何も食べてないんですよ。でもこの写真みたいに確かになんか飲んでる、まあお酒ですよね。あの人たちお酒を飲んで椅子に座ってる。でこの写真みたいにこんな丸いね小さいテーブルじゃないですよ。もっと長いの、3メートルぐらいありますかね。長い3メートルぐらいの汚い汚いテーブルです。そのテーブルに10人ぐらいのドイツ人がさ座ってさ、別にもう夕飯も食べ終わってて、でもこのトマトスパゲッティを食べる私を見てるんですよ、あの人たちは。でね、特に日本に興味のある3人ぐらいの男たちが私の近くの椅子に来て、というかもう私はここに座れと、いいかお前はここに座れもう本当にそんな感じ。よしよし、この日本人の女の子がここに座って、スパゲッティを食べなさいと。はい、部屋に戻るなんてそんなことはできない、そんなチョイスはないんですね。ではいと。で食べたいですけどもちろんそう食べながらですね、また質問のシャワーが始まるんですね。はい、食べてますけど、じゃあさ、ねえねえ日本ではさ最近どんなニュースがあるの？始まったと。はい。で、ニュースを話さなければいけないこの N 語、日本語のレベルだったら N 語の私、 N 語の人が自分の国のニュースを日本語で話せますか？無理でしょできるわけないでしょ政治について、ポリティックについて話せますか？日本の何ですか、子供が少なくなっている、大きな問題がありますとか、おじいさんおばあさんが増えていて日本は大変だ、税金が、日本人は払うのが大変だ、税金を払っても全部おじいさんおばあさんにお金を使わなければいけない。そして東京では、子供を産む数がほとんど世界で一番少ない、経済的に進んでいる国で一番少ないんだとか、そんなことを言えるわけないじゃないですか。無理です。 N 語ですから。私は N 語です。はい、N 語だったら話せるのは、私は毎日日本語を勉強していますとか、私はドイツ語を毎日勉強していますとか、私はバナナが好きですとか、私は今日朝7時に起きましたとか、私は毎日運動していますとか、私は今眠いですとか、そのぐらいのレベル。そうですよ。はい、だから子供の日本語だとでも子供ってよく話せるからな、難しい。だから本当に話せないわけですよ。なのにドイツ人たちは私にですね、ほとんど N1、N2 レベルの質問をしてくる、シャワーのように。はい。だからでも私はそれが難しい質問かどうかも分かんないですよ。そのレベルだからね。だからもう一回言ってくださいと言って、なんか難しい言葉を言われたら辞書で調べる。でも確かにあの人たちも最初はちょっと早い言葉でドララっていう
最近日本でどんなニュースが起きてるの？最近の日本の少子高齢化ってどんな話？あれにドイツだとあんまりニュースよく説明されないんだけど、どういうこと？説明してとか言う。で、何ですか？もう一回言ってください。だから少子高齢化って言われる。でももう難しいんですよ。こんな言葉難しいんですよ。いいんですよ。皆さんも今分かんなくていいんです。これは子供が少なくてお年寄りが多いっていう意味なんですけど、こうやって簡単に言ってくれればいいのに分かんない。難しい言葉で言うから。で、そのまま調べる。少子高齢化って辞書で、電子書で、ってこうスパゲッティをちょっと食べながら調べて、ああ、これかーってね。で私が次ドイツ語で、それは、その質問は、と、子供が少ないです。そして、でも、お年寄り、おじいさんとおばあさんがとても多いです。今、日本です。その意味ですかって聞いて、そうそうそう、それ、その質問、どうなの？教えて。それってどういう問題？どうなってるの？国はどういう政策を取ってるの？どうやって解決しようとしてるの？また早いんですね、質問がね。わかんないよってね。これの繰り返しですよ。もうだからもう、でもなんとかこの真面目な20歳の私、真面目ですからちゃんと答えようとします。はい、知ってる言葉でなんとか答えようとします。なんかこう辞書で調べて、なんかじゃあ税金とかね、税金って言葉も多分分かんなかったと思う私。だから税金って調べて、税金、ドイツ語でね、税金って何々って言って、税金がって言って、税金が何々って言って、もうなんかすごい喜んじゃうんですね、相手が。税金がなんだみたいな、何が起きてるんだとかね、税金は何%なのとか聞いてくるんですね、今度。給料の何%を税金で払わなければいけないんだいとか言って、分かんないんですよ、もう。知らないよみたいな。そうだから、まずその何%払わなければいけないっていうのがもう言葉の問題じゃなくて、その知識ナレッジで知らないんですよ、私はね。まず学生だし、日本人ってどのくらい税金払わなければいけないんだろうって知らないから、って言って、でまた考えちゃう。でそうすると分かんないけど、なんかって言って考え、でも分かりませんって言うんだけど、でもその答えを言う時にもなんかすぐに答えられないから、一生懸命まず日本語で考えて、その後ドイツ語にしてたんです。その時はすぐドイツ語出てこないから。で皆さんはね、今のこれ聞いてくださってる皆さんはレベル高いと思うので、一回一回自分の国の言葉に考えて、次日本語にトランスレーションするってしなくていいと思うんですけど、最初は無理でしょ。最初は自分の国の言葉で考えて、次、日本語に変えるってやると思うんですけど、私ももちろんそうでした。最初、考えなきゃ、まず日本語で何て言えばいいんだろうって、まず分かんない、アイディアがないっていうことはとても多くて、だから考えてる時に、その時によく言ってたんですね、私。って。そしたらそのドイツ人たちは私の答えを待ってる間にすっごい私を見てるんですね。はっきり言って本当にこんなにね、この写真みたいにみんなでこう楽しく会話というより、みんな悪い人じゃないんですけど、ドイツ人の人たちもすごい私の顔をすっごい見てるんですよ。私考えて、私が何を言うんだろう、この女の子はどんな答えをするんだろうっていうのをすっごい待ってるんですね。でずっと顔を見て、で私がって言ってるから、そしたら今度はってドイツ人が言うんですよ。ドイツ人が私の真似をし始める。もう君はまずはだよねって。だからもう私が私今考えてます、シンキングタイムってなるとなんかもうコンピューターと一緒、モードになるんですね。ただいまモードですってなると、って言い出すと、ドイツ人がもう同じようにって言ってこうやって待ってくれるんですけど、って言われると今度私が笑っちゃうんですよ。もう真似しないでくださいみたいな。
でもやめてっていう、やめてくださいっていうことも言えないんですよ。わかんないです。なんて言えばいいかわかんないんですね。笑ってしまうからやめてくださいってそれも言えないんですね。だからもう私は笑うしかない。もうほんと子供ですよ、私は。もう、うん。で、って考えながら、で、やっとなんか簡単な言葉でなんとか自分が言いたいことをなんとか言うと、そのドイツ人たちが「あ、それは何々っていうこと?」って言って、私が言った言葉で勝手にこう理解して「あ、そうか、そういうことか」って言って、でまた考えた中から新しい質問を私にしてくるっていうのを何回も繰り返すんですね。終わらないんです。少し遠慮してほしいんですよ、今思えば。どうして質問を止められないんですかね、あの人たち。本当に。だからね、もうね、あのもうでもある時はもう特にその3人か4人ぐらいの人は私にすごい質問してくるから、ある時はもう1人がちょっと今はちょっと考える時間をあげよう、そしてこの子は今食べたいと思うからちょっとだけ待ってあげましょうって言ってストップ質問ストップってドイツ人の中で言ってくれる時もあった。はい、そのぐらいすごかった。はい。どうです？まずここまで皆さんこんな経験あります？このネイティブジャパニーズに囲まれてすごいいっぱい質問される。本当に止めてくれない。多分なんですけど、日本人だと本当にこれ以上質問したらかわいそうだ、こんな難しいこと聞いたらかわいそうだって思ってやめると思うんですけど、本当にやめない。本当にやめてくれなかった、あの人たち。もうね、それでしょ、大変でしょ。私食べたいですよ、疲れてる、お腹空いてるね。もうドイツ語とかもいい、今いらないドイツ語の勉強って思ってるんですけど、止めてくれないんですよ。だから7時ぐらいに私ご飯食べに行って1時間料理して質問受けながら、8時ぐらいからやっと食べ始めて、質問されながらで辞書調べながら質問に答えて、で食べながら話したらいけないから、話す時は食べない止めて。だから1時間ぐらい食べ終わるのに時間かかるんですよ。夜9時、もうスパゲッティ冷たくなってますよね。そうだけど彼らは、そのドイツ人たちはまあ楽しそう。もうとにかく私の話を聞きたい、そう思ってるみたいで、もう毎晩それ毎日それ。もうやだ。もうキッチンに行きたくないです。私はもうご飯を食べたい。静かに食べたい。どうしてあの人たちいつもキッチンにいるんですかって本当に思ってた。もうね、なんですかね。なんか私ももっと早い時間にキッチンに行きたいんですけど、やっぱりね、疲れてんですよ、本当に。あの、なんですか、留学行って2週間目ぐらいになってくると、もうやっぱりどっと疲れが溜まってきて、あのより眠くなっちゃうんですよね。スーパー行って、またバス乗ってスーパー行って帰ってきて、なんだ、部屋に帰ってきたら部屋暑い。でね、確か部屋ね、クーラーないんですよ。エアコンがないの。ドイツ、あの部屋エアコンない。夏暑いですよ。疲れる。でも気がついたら寝てるし、でも気がついたらやばい、また夜7時になってる。起きたら夜7時、またあの人たちがキッチンに絶対にいるってね、いるんですよ、本当に。はい、というかもうだんだんですね、彼らは私を待つようになってるんですね。うん、あの日本人の女の子そろそろ来るぞと、その時間だと、お酒を飲みながら待ってる。もう毎晩毎晩、もう無理です。私はもう逃げられない。ダメだと。そんなことがですね、約1ヶ月間続きました。はい、毎日。だって毎日ご飯を食べたいです。はい。今日は食べなくてもいいかな、そんな日はありません。はい。
ら行くとあの男たちがキッチンにいて、長い汚い3メートルのテーブルに座っていて、私が来るのを待っている。はい。そして私は料理をしながらまた質問に答えて、座って、食べながら質問に答える、その繰り返しです。はい。でもだんだんもう3週間目ぐらいになってくると、もちろんもちろん私も全然そんなね、もうすごい嫌だって言ってますけど、みんな友達ですよ、もちろん。はい。私そんな悪い人じゃないですから、ちゃんと皆さんの名前も覚えようとします。真面目ですね。今覚えればね、覚えなくてもいいのにね、本当にね。みんなの名前ちゃんと覚えてた。はい。で、お友達ですから、3週間目ぐらいになったらね、じゃあ今日はっていうか、もう約束させられてたんですけど、料理を作ってあげると。日本人が料理を作ってあげるっていうのがあったんです。もうやっぱりもう味噌。はい。日本人は味噌。味噌って知らなかったね、あの人たちは。日本人はどんなスープを飲むんだい？どんなスープ飲むんですかって言って。味噌汁です。味噌汁。味噌汁ってなんて言うんだろうって。スープって間違えて、それはなんだ、味噌のスープかって言うから、はいって言って、味噌スープって言うから、じゃあ味噌スープって言うのかなって私よく分かんなかったんですけど、はい、味噌スープですって言って、じゃあ味噌スープを飲んでみたいって言われて、はいって言って、3週間目ぐらいにはもう皆さんに味噌スープを作ってあげる。はい、そうでした。味噌スープを作ってあげました。そしたらそうですね、じゃがいもとですね、玉ねぎの入った、味噌スープを皆さんに作ってあげて、皆さんとっても上品に綺麗に何ですか、スプーンで一杯ずつゆっくりゆっくり味噌スープを飲んでました。はい。日本人はですね、味噌スープ、味噌汁ですね、味噌汁飲むとき皆さんもちろん知ってる通り、スープの入れ物に入れて、入れ物を日本人は持ってそのまま持って口に持ってって、口に入れ物をつけてスーって吸っていいですよね、日本はね。そのマナーは OK なんですよ。でもヨーロッパの人たちはテーブルのこのお皿を持ち上げるっていうのをマナー違反ですね。マナー悪いですね。やっちゃダメ。だから皆さんちゃんとテーブルにその味噌スープをね置いたままね、スプーンで一杯ずつすくってきれいに最後の最後まで飲んでました。でもね、人によってはこれはしょっぱい、塩の味が強すぎるって言って全部飲めない人もいましたけど、でもやっぱり私に一番強く質問してきた男はこれが味噌スープかって言って全部飲んでくれましたね。でね、味噌スープかってね、味噌スープの思い出ありますよ。そうそうそう。でね、だいぶ長くなりましたけどね、本当にね、この逃げられない私の会話のシャワー、逃げられないんですよ。私だってキッチンだからね。部屋にキッチンがあったら私はもう絶対そんなキッチン行かないです。みんなで使うキッチンなんか行かなかったんですけど、ないから行くしかないんですよ。でそこでね作ってね、って言ってね、質問に答えてね、であとは皆さんも経験あると思うんですけど、皆さん敬語で話すでしょ。ですますで話すでしょ。そうですます。でも友達を作りたかったらですます使ってはいけないですって言われるでしょ。皆さんね、ですます。で、私たち友達なのにさ、あなたさ、マイクさんさ、いつまでさ、私とですって使うの？ねえねえ、ミカさん、今日は何を食べたんですかって、なんでですかって言うのってね、何を食べたのとか、何食べたいとか言ってほしいのに、なんでです使うのって言われるでしょ。それと同じで、このね、ドイツ人の男たちもですね、これは本当すぐ最初なんですけど、会った時から、君は敬語を使うな。多分思うんですけど、すごいこう強く言ってたと思います。敬語を使わないでって、使うなって言ってたと思う。僕たちは同じ学生だろ。敬語を使ったら変でしょ。今ここで同じキッチンを使ってるんだから友達でしょ。敬語を使ったらダメだよ。
敬語を使って話さないでって言われて、まずですね、N 語の私には敬語を使わないで話すのはスーパー難しいです。すっごい難しいです。はい。敬語って簡単です。辞書で調べたらそのままね、書いてある通りでしょ。何々ですとか使えばいいのに、ドイツ語も同じで、ドイツ語もそうなんです。ドイツ語は英語と違って敬語の形がちゃんとあるんですね。英語にもあるけど、ドイツ語は動詞バーブの形が変わるんです。敬語の時と敬語じゃない時と、友達と話す時と敬語の時は、ドイツ語は動詞バーブの形が全然変わるんですね。だからそれも考えながら話さなければいけないから、もう頭がパニックなんですね、私は。何の話をどうやって答えればいいんだろう。まずアイディアを考えて、それをドイツ語に変えて、でそれをドイツ語の敬語じゃなくて、友達と話す形に変えてってやんなきゃいけないから、頭の中でもうぐる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 考えてるんですね。すっごい考えるんですよ。すっごい疲れるんですよね。だけどそれで答えないと、どうして君は敬語を使うんだって怒られちゃうから、半分本当に怒ってるんですよ。すごい気分が悪いんですね。ドイツ人にとっても敬語で話されると、なんでなんだよって、毎日一緒にご飯食べてるのになんで敬語を使うのってなんか言われちゃうから、頑張ってやってたから、それも大変で、だからもう泣きそうなんですね、本当に。だからある日は私は日本にいる母に電話した時に、もうキッチンに行きたくないって話しました。でそれは今も母もよく覚えてます。あの時ね言ってたよね、キッチンに行きたくない、キッチンに行きたくないってね、みんながいるから嫌だって話してたよねって言って、で私は本当に嫌だったのを本当に思い出すんですけど、マジでその1ヶ月本当につらかった。はっきり言って、学校の授業の朝9時から昼3時までの6時間の授業より、夜のそのキッチンの時間の方が大変なんですね。その時間は私は答えなければいけない。質問を聞いて答えなければいけない。学校の授業の時は先生がいっぱい話してて、周りには留学生がいっぱいいて、全部私は答えなくていいですよね。簡単なんですよ、楽なんですよ。それでも十分難しいんですけど、全然楽でも、だからその夜のこのよくわからないこのドイツ人たちのこの謎の授業みたいなものがまあ大変。でも9時ぐらいに私食べ終わるけど、質問は終わらないから、だいたい10時ぐらいまでかな。10時くらいまではもう質問のシャワー、そして私は頑張って答える。で10時ぐらいになったら、そろそろこの子もお風呂に入る、シャワーを浴びるってことをしなくちゃいけないから、じゃあまた明日にしようねみたいなことを言ってくれて、やっと私を逃がしてくれるんですね。君は部屋に帰っていいみたいな。はいみたいな。わかりました、帰りますって言って。だからね今メッセージを見ました、ありがとうございます。ごめんなさいね、全然見てなくて。そう質問の地獄って感じなんですよ。本当に地獄って英語でヘルですね。もうみんなからいろんな質問されるというね。そして逃げられないんですね。本当にね、でもすごいですよね、ドイツ人ってすごいですね。なんでしょうね、この子はきっと困ってるとか、なんか考える時間はくれるんですよ、すごく。だけどなんだろうな、なんかもうこれよりもっと質問したらかわいそうだからやめようっていうことは考えないみたいです。とりあえずあそこにいたあの男たちは考えてない。それより本当に日本について知りたい。っていう。そうだからもう一回言いますけど、みんなね、その男たちは私の部屋に入りたいとか、私をガールフレンドにしたいとか、そういうこと本当に全然考えてないんですよ。そうじゃなくて日本について知りたいんですね。そして私1ヶ月いますから、
最初の1週間くらいはまず日本についてをこのだいたい2時間ぐらい質問をいっぱいあげる。で私が答えるの遅いから多分彼らはいろんな情報インフォメーションをこの2時間の間にあんまりいろんな情報をもらえないんですよ私から。だからちょっとしか聞けない、毎日ね。少しの話しか少しの情報しかもらえないから、じゃあ明日はこの質問しようみたいな多分あるんだと思うんですよ。で1週間ぐらいはその日本について聞くんですけど、その次の1週間からは今度は私について聞き始めるんですよ。じゃあさと、日本についてはなんか少し分かったと思う。次はさ、日本はいいけど君はどう思ってるのって始まるんですよ。ってまだ質問あるの？そして何？今度は私の個人、このパーソナリティに対する質問が始まるんですかって思って、って思って、でこっちの質問がですね、もっともっと答えるのが難しかったんです、私には。はい。何ですかね、これはね、日本の教育に問題があるなって今は思うんですけど、本当に長くてごめんなさいね、話ね。そろそろ終わりますけどね。日本、なんですかね、日本の教育ってあんまり自分がどう思うか、あなたはどう思いますかっていうことをみんなの前で発表するとか言わせるっていう、または書かせる、レポートに書かせるっていうことが少ないんですよ、多分。いろいろ調べてインフォメーションを集めてレポートにするっていうのはあるんだけど、大学とかでも。でもそれじゃなくて、自分はどう思うかっていう自分の意見、自分のオピニオンをレポートにしてください。それが一番大事なレポートです。調べたことはあんまり書かなくていいから、あなたの意見をレポートに書いてくださいとか、あなたの意見をみんなの前でプレゼンテーションしてくださいっていう教育のスタイルが日本はすごく少ないんですね。今私が思うとそうなんです。その時の20歳の私は分からなかったけど、今その時をフィードバック振り返って考えるとそうなんですよ。あなたはどう思うんだ、君はどう考えるんですか、この問題についてあなたの意見を言ってくださいっていうのをドイツ人にその時された時に、私は意見がないって思ったんですね。そう、例えばさっきの日本は子供が少ない、そしてお年寄りが多いっていう問題がある、問題はある、ニュースでも聞いている、で税金でどうやって解決しようとか日本も頑張ってる。だけどそれに対して自分はどう考えているっていうのはほとんど考えたことがなかったんですね。その20歳のこの可愛い私、この若い私です。はい。だから例えばその子供が少ないことについて君はどう考えてるのってどう思うって言われた時に意見がないんですね。みたいな。だからまずは分かりませんって言うんですね。なんか I don't know ですね、英語で言うね。 I don't know、はい、ドイツ語だと ich weiß es nicht って言うんですけど、ich weiß es nicht 分からないって言うんです。そうすると、いやいやいや分からないじゃない、じゃあ今考えてって言われるんですね。今考えて、今考えるんですか私、ご飯食べたいけど食べながら考えるみたいな。難しいこの質問って。2週間目ぐらいからこの始まるんですよ。はい。N5 の私が、N5 の日本語レベルの私がです、N5 レベルのドイツ語のこのバカな私が、バカって言ったらダメですね、バカじゃないけどできない、全然まだできない私が、はい、私は肉が好きです、そのぐらいしか話せない私がですよ、そのぐらいのドイツ語しか話せない私が、そんな子供が減ってることについてどう思うかをドイツ語で言いなさいって言われても言えるわけがない。そしてアイディアがないっていうのがね、困りましたね。だからね、ものすごく頭を使いました。はい、その夕飯の時間、晩ご飯の時間は。はい。でね、こう考えてると、こう彼らもね、意見を言うんですよ、すごく。でね、
今はわかるんですけど、ドイツの教育ってすごくこのあなたはどう思いますか、あなたの意見を言いなさいっていうのがすごく大事にされてるんですね、ドイツの教育ってね。だから私もその後、留学をね続けて、学校の授業でもよく聞かれました。あなたはどう思うのってね、あなたの意見はってすごく聞かれて、その時にあの日本ではこうやって聞かれないよなっていうふうに思って、で日本に帰ってから今度は逆に日本人の先生から聞かれない、君はどう思いますかって聞かれないことにすごく、なんで私の意見を聞かないのって思ったんですね。反対にね、私は今こういう意見があるのに言うチャンスもない、質問されないから言うチャンスもないし、なんで先生も私に意見を聞かないんだろうって私は今度思ってしまったぐらい、自分がすごくドイツの教育のスタイルに自分が変わったんですけど、あの今思うと本当にドイツ人にとっては普通の質問なんですね。君はどう思うっていうその質問は彼らにとってはよく起きることで、普通の生活してて友達と会話してる中でも、友達同士でもそれはよくしてることなんですよ、あの人たちは。だからよく考えて自分の意見を言うっていうことが慣れてるんですね、あの人たちはね。だからそれを私もやらなきゃいけないんだ、やらなければあの会話が成り立たない、会話にならないっていうのをその時教えてもらったなっていうふうに今思っていて、うん、で別にそれは素晴らしい意見である必要は全然なくて、何でもいいんですけど、あとどうしてそう思うんですかってよく言われるんです。なぜってね、どうして Why ですね、英語のね Why だから、なんでそう思うかっていうのも考えがないといけないし、いやよくわからないけどみんながそうやって考えてる、みんながそういう意見だから私もそうだと思います、それでいいと思いますっていうのはダメなんです、ドイツでは。何々何々だから私はこう思いますっていうふうに言わないと、あのあなたは頭が悪い人ですね、あなたはバカですね、あなたは何も考えていない人ですねって思われちゃうんですね。そう本当にこれはそうで、ちょっと一つドイツの文化だなっていうふうには思ってます。だけど私はそれはすごくいいことだなって今は思うし、日本もその考え方はぜひやった方がいいなと思うし、だけどその時の私ね、20歳のこの可愛い可愛いまだ子供の私ではそんな質問には答えられないんですよ。だけど答えなさいと、それも答える時は敬語を使ってはいけませんと言われながら、答えるというこの、はい、恐ろしい質問のシャワーを、浴びるという1ヶ月でした。はい、そうなんです。だけれどもこれをですね、ありえない1ヶ月を過ごし、本当に逆にこれは今はインターネットがあるから、今私が留学に行っても多分スマートフォンが助けてくれるんですね、いっぱい。スマホでこうやって調べられた、例えば今の日本のニュースはどんなニュースがあるのってよく聞かれたんですけど、どんなことが問題なのってよく聞かれたんですね。だけどそれ今だったらスマートフォンで調べられるし、アイディアはスマートフォンが助けてくれるけど、その時の私はスマートフォン持ってないから、自分の頭にある知識ナレッジを使って情報を使って答えるしかないから、まずすっごい頭使ってるし、それはね良かったと思うんですよ今思うと。で反対に私がね答えるのが遅いと、相手の人も今だったらスマートフォンで調べると思うんですよ。うん、この子は今答えるのが大変そうだ、ドイツ語が上手に話せない、よしよし、そしたらじゃあ、自分でスマートフォンで日本のニュースをちょっと調べてみて、こういうニュースがあるんだで、スマートフォンで翻訳トランスレーションできるな、じゃあトランスレーションして、じゃあトランスレーションしたのを
この女の子にスマートフォンで見せてあげれば、この子は読めば、読んだらわかる。そしたら会話がよくわかんなくても、この子に日本語を見せてあげれば、話がもっと早く進むなと思って、多分スマートフォンを使って会話をすると思うんですね。それはそれでいいんですけど、そうなるとやっぱり頭を使わないんですよ。それは留学生の私にとってはいいことではないんですね。その相手のドイツ人は待てばいいんです。待ってください。そう、情報欲しいんだから、知りたいんだから。で他に調べるものないんですから、昔は。だから情報を持ってるのは私だけなんですよ。だから私から知りたいんです。だから私はそのためにいっぱい頭を使う必要がある。でそれは私にとってはいいことなんですよ。だからここのトレーニングは本当に、ここにいる時は本当に嫌だったけど、マジで今日キッチンに行きたくないって本当にちょっと泣いた日がありました。はい。すごいですよね。キッチンに行きたくないと言って泣くんですよ。ご飯食べたいのに、お腹空いてるのに、キッチンに行きたくないって言ってドアの前で泣く。でもここには水しかないから行くしかない。冷蔵庫もないし、キッチンにしかないし、行くしかないから行くんですよ。そうねえ、だからそれをやった1ヶ月ですから、まあ私はですね、自分の中ではかなりレベルが上がりました。はい。N5 でしたからね。はい。会話は多分 N4 くらいには近づいた。または耳ですね。耳で聞くのは N4 くらいに近づいたと思います。聞く力はすっごい伸びたと思います。なんといっても周りみんなネイティブスピーカーですから。留学生じゃなくてネイティブスピーカーですから。早いですしね、話すのね。はい。だから、聞くのはね、すごく慣れて、そこはありがとうございますでした。で、下手だけど、そしてゆっくりだけど、自分で答えられるようにはなったような気がするっていう風な1ヶ月だったんですね。で、1ヶ月経った後、ちょっと地図をお見せしましょうか。唯一ね、私はここの町にいたんですけど、ザールブルッケンっていう小さな町にいて1ヶ月間過ごして、その後トゥーンとケルン、どこだったかな、ブレーメン、ハンブルクって言って、電車で行ってですね、遠すぎますので、この1日泊まって1日泊まって1日泊まってやっと着くっていう遠いとこなんです。ここに行ったんですけど、行ったのは3人日本人の留学生いたんですが、行く時に1ヶ月大変だったねって言って、私が、はい、なんかさ、キッチンに行くとさ、いろんなドイツ人が話しかけてきて大変だったよねって言ったら、え、いないよ誰も、私のとこ誰もいなかったよって言うんですよ、友達が。日本人の友達が。一緒に日本から来ていた日本人の留学生の友達ですね。その時は15人ぐらいいたんですけど、同じまたね、別のロストックっていう場所に行く友達は3人なんですけど、他の15人ぐらいに聞いても、全然キッチン、まあ、ちょっと人いたけど、でもみんなそれぞれキッチンで料理してて、料理作り終わったらみんな料理を自分の部屋に持って帰って、部屋で食べてるみたいだから、キッチンほとんど人がいなかったよ、みんな言うんですよ。そうやって15人ぐらいのみんなが、日本人がって言って、どういうこと私の回だけ、何あのドイツ人たちですので、はっきり言ってすごいショックだった。私はもっと寝たかった。もっと静かに1ヶ月を過ごしたかったけど、でも後で振り返る、後でこの1ヶ月をね思い出すと、これはですね、本当にありがとうございますという1ヶ月でしたよ。やっぱりね、全然耳が違いました。はっきり言って、友達と。
1ヶ月私毎日少なくとも2時間はドイツ人ネイティブスピーカーから言葉のシャワーを浴びてましたから、何もそれをやっていない他の友達とは全然私の耳は違うわけですよ。はい。だからね、次のね新しい場所に留学に行った時に本当に良かった。すごく簡単に感じました。そこ行った話はまた次回したいと思うんですけど、次回でもいつかね、留学先またもっと遠く行ったとこは、そこは周りにいた人はほとんどが留学生だったんです。ドイツ人ネイティブスピーカーじゃなくて、すごく外国の留学生がいっぱいいたんです、周りに。だから今度は外国人が話すドイツ語をいっぱい聞くようになったんですね。でそうすると、すごいなんか変なドイツ語っていうのがすごく、もう最初すごくよく分かったし、でも周りの留学生たちは私よりもっと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 ドイツ語上手なんですよ。うん。例えばフランス人の留学生とかはもうずっと前からドイツ語を国で勉強してるので、中学生とか小学生ぐらいから、フランス人の人はドイツ語を勉強してるのかな、すごく前から勉強してるので、もうペラペラなんですよ。だけどやっぱりアクセントがやっぱりフランス語のアクセントみたいな感じなんです。ドイツ人のネイティブスピーカーとちょっと違うんですね。ですごいそれがもう最初もうすぐわかるんですよ。はいってね、なんか変なドイツ語聞こえる。でもそれも面白いじゃないですか。そういうことが分かるっていうのもすごく一つ大事なことだし、今度はやっぱりドイツ語上手なフランス人たちだけど、やっぱりネイティブスピーカーよりは話すのゆっくりだし、話し方もネイティブスピーカーとはやっぱり違うんですね。使う言葉の、言葉も違うし、文法もやっぱり違うんですよ。だからすごく簡単に聞き取れるんですね。聞いてわかるんです。おーんって。だからもう新しいとこに行った時にもうすっごく簡単に友達を作れたし、自己紹介するのも慣れてるし、私が。っていう状態になってたので、本当にですね、この最初の1ヶ月はもう泣きたい毎日でしたけど、本当にここの1ヶ月があったおかげで私は強くなったというか、本当に耳が強くなったなっていうのを今っていうかもうその時すごく思いました。だからね、あってよかった1ヶ月そしてなんとか頑張って行ってよかったキッチンだったなって思ってます今ね。そうなんですよ。でね、ここのただこの1ヶ月の学生の寮っていうのは古くてですね、本当にすごい面白いんですよ今思うと。これはもうこの次のテーマはもう今日は話さないんですけど、お風呂がねあるでしょ。シャワー、お風呂はないんですね。シャワーしかないんですよ。学生寮だからかな、お風呂は。シャワーなんですけど、それ日本だったらそもそも学生の寮って男の人が住む寮と女の人が住む寮って別々なんですね。これ最初に言った方が良かったですね。ここのマンションは男しかいません、こっちのマンションは女しかいませんって分けてんですよ。私が知ってるのはそうなんです。日本の大学は分けてるっていうイメージがあるんですけど、あと女性のその学生の寮にはコンドミニアムには男性は入ってはいけないっていうルールがあるんですね、日本は。であった、今変わったかもしれないけど、私が知ってるのはそういうルールがあった、その時は。そうだけど私のこの寮はもちろん男女全部ミックスだし、一つのフロアに50人いるし、トイレはみんな同じだし、男女一緒だし、シャワーもなんと男と女一緒だったんですよ。でこれを私今日思い出して、お風呂入ってる時にこれって大丈夫って今思って、実は私この話をねしなきゃなって実は思っていて、だけどこれは次回にします。今日はもうこ
ここの私がどれだけ大変なキッチンの思い出かっていう話をしたかったので、今日はね今日はここまでしようと思うんですけど、そうなかなかね経験できない最初の1ヶ月だったなって思います。はい。この後の11ヶ月はまた違うスタイルの、留学生活が始まりました。はい。こっちはこっちでね、まあいろんなことありましたよね。なんて言ったってね、さっき見せたようにドイツの北の方なんですよ。だからね、まず日本人がいないんですよ。いないですよ、こんなとこ。高校。はい。大学の中にも、私はその時一緒に行ってたあと2人だけだから、私入れて3人しか知らないです。でもとっても古くてすごく歴史の長いドイツで2番目ぐらいに古い大学かな。すごく歴史の長い学校ね、大きいから学生がすっごいいるんですね。多分何万人ぐらいいるんじゃないかな、本当に。その中で3人ぐらいしかいないですからすごい目立ちますよね。なんだあのアジア人はってね、髪が黒いってね。はい。その生活始まります。はい。大学の中だけじゃなくて、この街全体に日本人がいません。はい。ほとんどいません。もう私はほとんどもう宇宙人です。はい。宇宙から来ました。ET です。はい。ET。ET。ドゥルドゥルルルルルでしょ。ドゥルルルルル知ってるでしょ？ ET です。はい。空から来ました。はい。遠い遠い星から来ました。それです私は本当に。そういう風な生活。ET として宇宙人として生活が始まる。ここで11ヶ月間 ET として宇宙人としての生活がここで始まるんです。はい。そりゃいろんな経験しますよ。そりゃそうです。はい。はっきり言って私が例えば今私が、例えば中国に行って生活を1年間しますと言ってもあんまり目立たない。うわ日本人だってならないですよ。うわすごいってならない。髪が黒いとか、うわ日本語話してるとか、目が黒いとか言われないですね。しかしここはですねそれが起きます。はい。私は宇宙人ですもう。はい。うわってって見られます。はい。電車を乗っていても道を歩いていても皆さん大体私を2回見ます。んって見ますんって見ます。はい。はい。本当にスーパーに行っても同じです。はい。そういう11ヶ月がここから始まるんですね。はい。面白くないわけがないでしょ。絶対に面白いっていうことです。はい。とてもとても面白い11ヶ月でしたよ、もちろん。はい。そうですね。なんでしょう。だからそれについてはまたお話ししたいなと思います。はい。そしてこれは本当にですね、別に私は留学してたくさん勉強したんです。すごいでしょとか自慢しますとか全然そんなことではなくて、皆さんと同じように外国でいろんな大変なことしてると思うんです。皆さん苦労、嫌なこととか、泣いてしまったりとか悔しかったりとか、悲しかったり寂しかったり、なんだか何も起きてないけどなんだか泣きたくなる、泣いてしまう、何も悪いこと起きてないはずなのに涙が出てくるとか泣きたいって思ったりとか、そういうことって外国にいたりするとあると思うんですね。だからそれをね私もやっぱり忘れてはいけない、その気持ちを忘れてはいけないなって思ってるので、そのトピックとして今回もねドイツのことを思い出して話をしています。はい。そうそう。ただね一つ言えるのが私マレーシアでも2年間仕事で行ってたんですけど、生活してたんですけど、マレーシアの方がやっぱりあちらの方がアジアの人がたくさんいるので、私という人がマレーシアで生活していてもあまり目立たないんですね。
うわ日本人だって言って見られないんですよ、そんなには。うん、だけどやっぱりドイツの時はよく見られたし、やっぱり食べ物も全然違うし、暑い寒いという季節も全然違うし、ロストックという私住んでたところはもう北海道よりもっともっと高いところなんですね。北にあるんですね。だから雪も3メートルとか降るんですよ。すごいでしょ。すごいんですよ。すごい降るし、私はそういう経験したことなかったし、あのやっぱりね、いろんなことがあって本当に良かったなと思います。その経験をねさせてもらえた、この20歳のまだ子供のような、私がねそういう経験をさせてもらったっていうのはすごく本当にありがたいなというふうに思ってますね。はい、これをねさせてくれたのは私の両親、父と母なんですけども、本当に感謝しているし、ここでやっぱりね思ったことをやっぱり、もう一回思い出して、皆さんと一緒にシェアして、みんなも多分こういうこと思ってるかもしれないなっていうのをちょっとみんなにこう伝えていって、ああそれ思ったことありますとか、思ってくれたら嬉しいし、皆さんは一人じゃないっていうのを感じてもらえたら嬉しいなというふうに思います。今は本当にインターネットあるから本当にいいです。私がここにいた時はスマートフォンはもちろんないし、インターネットも私は自分の部屋に持っていなくて、パソコンを、パソコンをやれるパソコンの部屋っていうのが大学にあって、それを夜部屋から歩いてそこの部屋に行って、E メールを開いて母にメールを送ったりとかしてたんですね。友達に送ったりとかで、日本語をね打つのができない時もあったし、その時はアルファベットで打ったりとか、そういうような本当にまだインターネットというのが世界にこうすごく広がってたけど、まだまだ高い料金がとてもかかるっていう時だから、電話もとっても高かったし、国際電話で料金がとても高かったから全然電話もできないし、そういう時だったんですね。だからすごく自分は一人っていう風に感じやすい状況だったとも言えるんですね。そうただ私は本当にありがたいんですけど、友達がいっぱいいたのでほとんど一人でいることはほぼなく、寂しいと思うことが本当になかったというありがたい1年間だったんですけど、そうそう、ただその中でも泣いてしまう時とか悔しい時とか、日本人とは何だろうとか、自分って何だろうとか、自分のアイデンティティについてはすごく考えました。自分って何だろうって、私って何だろうって思ったのはすごくありました。やっぱりドイツってあなたはどう思うのってすごく聞かれるので、生活しててもすごく聞かれるんですね。日本人はどう考える、そしてあなたはどう思うってすごく言われるから、私って何だろうって、私は何を考えてるんだろうっていうのをすごく考えると、自分は何かわからないっていうふうに思うことも本当に多かったですね。それは今日本にいて全然ないことなので、自分とは何だろうってやっぱり自分の国にいるとあまり思わないです。だからまだ若い時にそういうことを考えるチャンスがあったっていうのは、私にとってはすごくいいことだったなって思う、はい、今思ってます。そして今もそれを考えることは大事だなって今思い出してます。はい、ということでした。大変長いお話でしたが、信じられないぐらい皆さん長くちゃんと聞き続けてくださっていますね。すごいですね。ありがとうございます。そして今まさかもう大変遅い時間になってますね。アメリカの人とかの方が聞きやすい時間になってますね。ということでちょっと最後、コメントを確認しましょう。まゆみさんありがとうございます。先生お久しぶりとね、ありがとうございます。まゆみちゃんはですね韓国にいるはずなので、きっともう今寝てると思います。はい、寝てください。はい、
そして、レイクさん、レイク・ギフォードさん、アメリカ・オハイオ州から聞いている。ありがとうございます。アメリカは今きっと昼かな、多分。今そんなに眠い時間じゃないですよね。よかったです。ありがとうございます。オハイオ州。アメリカにまだ行ったことがないんです、私。はい。行ってみたいですね。そう。あと韓国の方、質問じゃなくて、そのキッチンでの質問は質問じゃなくて、質問地獄ですね、質問の地獄ですねとね。そうですね、地獄だけど、で、ゴーハさん、日本は素晴らしい国です。私たちはあなたをとても愛しています。ありがとうございます。ロシアのものですとね、ロシアの方ですね、ありがとうございます。そうそう。ただ一個私言い忘れたんですけど、さっきねみんなに質問されたと言ったんですけど、あの私ねここの時にできた友達は2年後、留学に日本に帰ってきてからの2年後くらいだなに、私が大学卒業するぐらいですよね、2年後くらいにまた会いに行ったんですよ、ドイツに。もう私がもう1年間留学を終わった後のに会いに行った。で、会ったらですね、びっくりしたんですよ。そのドイツ人が話してる、いつも早く話してて何を言ってるかよく分かんない、いつも質問してくるあいつですよ、あいつ、あの男。その中の一人の男性に会ったんですけど、2年ぶりぐらいね。その人のドイツ語がすごく聞きやすかった。すごく綺麗な話し方、はっきりとしたドイツ語を話す男の人だったというのが、2年後に会った時に私は分かったんですね。でも最初は分かんなかったんですよ。20歳の私は、この人なんでこんなに早くなんでこんなに分かりにくい言葉で話すんだろう、本当に親切じゃないよな、嫌だなって思ってたけど、2年後に会ったら、この人すっごい分かりやすいドイツ語で話す人なんだっていうのがその時分かって、すごく自分が成長した、自分ができるようになったんだなっていうのが自分で分かりました。本当にびっくりしました、その時は。はい。だからその2年後に会った時には、もうその友達もすごい分かるようになったね、すごいもうペラペラになれたねって言ってくれましたけど、どれだけいい先生だったかって思いますね。すごいいい先生ですね、その人はね。はい。私に対してすごい毎日毎日1ヶ月間毎日毎日2時間、もうよくわかんない質問を繰り返してくれたあの人は、私にとって素晴らしい先生だったと思います。はい。ねえ。だから皆さんもね、今までお世話になった日本人とかいたら、何年か経った後にもう一回会ってみると、自分が成長してるか、またはレベルが下がってるか、それが確認できると思います。はい。ですので、ぜひ友達はずっと友達で連絡を取り続けてほしいなと思います。はいね。私もこの時の留学でできた友達は今でも友達です。すごいたくさんの友達、今でも友達で、本当にいいですね。やっぱりみんないろんな国で世界中にいるんですけど、大事な友達たちです。はい。ですので皆さんも日本語を通して世界中の友達をぜひ作ってほしいなと思います。仕事で使わなくてもいいんですよ。いいんですよ。友達こそ大事ですねと私は思います。はい。というお話でした。今日本当に話す順番がめちゃくちゃで申し訳ないです。ぐちゃぐちゃなんですけどね、思ったこと、皆さん自分の今までの経験で思ったことあれば、ぜひどんなことでもいいですよ。ぜひメッセージで送ってください。もう嫌です。こんなに話して自分が嫌です。もうやめたい。はい。私はこれではドイツ人と同じですね。話しすぎです。話しすぎです。やめてください、私。はい。やめます。やめよう、やめよう。話すのをやめようということで。はい。やめるんです。最後に、Twitter をしてるんです、私。そしてオンラインレッスンをしてるんです。ビジネス日本語、Zoom でやってるんです。会話練習を Zoom でやってるんです。そしてプライベートレッスンを Zoom でやってるんです。はい。よかったら来てください。はい。とにかく楽しいです。はい。
授業では皆さんにたくさん話してもらう授業をやってますので、はい、ぜひ皆さんいっぱい話してください。はい。いっぱいいっぱい話して、いっぱいいっぱい間違えて、先生わかりません、と言ってください。はい、いいんです。それで練習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 、間違える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 、その繰り返しです。はい、それで知らないうちにできるようになってます。はい、それが楽しいです。それが言葉を勉強する楽しさですね。はい、そう思います。はい。ということで皆さん、メッセージが止まったのでいいかなと思います。今日はね終わってね、皆さんすいません。本当にアジアの方はもう遅すぎます。皆さん寝ましょうね。ということで、アジアの方遅くまで本当にありがとうございます。そして、ヨーロッパの方、そしてアメリカの方は、聞きやすい時間だったかもしれないですね。聞いてくださってありがとうございます。ぜひ皆さんの経験をぜひ聞かせてください。メッセージでね、今度待ってます。じゃあ今日は終わりにしましょう。本当に長い時間になってしまってすいませんでした。はい。じゃあ皆さんこれからも楽しく日本語を勉強して日本語の友達をたくさん作って楽しく過ごしてくださいね。ということでじゃあ今日は終わりにしましょう。本当に遅くまで皆さんありがとうございました。またお話ししましょう。皆さん遊びに来てください。ありがとうございました。